大阪・関西万博、パソナ・ネイチャーバース。パビリオンの展示を作られた方々にお話を伺ってきました。まず、入り口に生命進化の木という木があります。この木は11層からできていて、地球の歴史の古い順に並んでいます。生命がいない時から誕生、現代、そして太陽に飲み込まれてしまった地球の未来、そしてまたゼロに戻り歴史は繰り返すという意味が込められているそうです。たくさんあるアンモナイトですが、この中にちょっと違う形のものがあります。これは北海道と淡路島でしか見つからない貴重な種類だそうです。次に4億年前のアンモナイトが展示されています。7色に輝く大きなアンモナイト、ものすごく豪華です。次の部屋ではネオアトムの誕生秘話が紹介されています。ブラックジャックが iPS 細胞心臓を移植してネオアトムとして生まれ変えらせる、そういったストーリーが映像で見ることができます。次の部屋では本物の iPS 細胞心臓が展示されています。アトムとブラックジャックが心筋シートの培養に成功するまでのエピソードを紹介してくれます。iPS 細胞心臓は本当にドクドクと脈打っているので、ぜひ実際に見てみてください。今後再生医療がどんな風に進化していくのか期待されますね。未来の眠りコーナーにあるベッドでは、眠っている人の体の状態をセンサーが感知して、その人が快適に寝られるようにベッドが動くなど、最適な睡眠になる未来を提案しています。実際に体験しましたが、ものすごく心地よくて、思わず寝てしまいそうでした。寝ていると上の画面には自分の体の状態がリアルタイムに表示されています。続いてサイバーダイン社の展示コーナーです。加齢や病気などで身体機能が下がった人でも装着するだけで機能の改善・再生を可能にする新しいサイボーグ。装着した人の脳神経の細胞を使いながらロボットが動く、そういった展示をしています。また離れた場所にいるロボットを動かす、そういったデモンストレーションも行われていました。未来の医療、リモート操作による空飛ぶ手術室のコーナーでは、お医者さんが遠く離れた場所にいても遠隔で手術ができる、そういった展示を行っていました。この手術室により山間部や離島など僻地や海上の船舶などでも最先端の治療が受けられるようです。またお医者さんのみが触れるガイドワイヤーを操作する体験ができます。血管の中を細いワイヤーで通すカテーテル手術の体験、造影剤を流したりしながら血管の様子を見て上手に血管を通すことができるのか、そういった体験ができます。土の中では朝から夜、雨の日、どのようなことが起きているのか実際に見て体感できます。豊かな植物土壌にある微生物の大切さと働きを感じることができるでしょう。土の中の微生物たちが光り輝く美しい演出もあります。猫が土の中を覗き込んでくる可愛い映像も楽しめますよ。メインショーではネイチャーバースの誕生秘話をアトムが語ってくれます。
可動式の立体モニターで繰り広げられるストーリー、映像はとても素晴らしく感動します。前編映像はこの動画の後半で紹介します。パソナ館のオープニングセレモニーでは、VIP の接客にあたるアテンダントが着用する衣装を着たアテンダントたちが勢ぞろいしました。97歳の現役ファッションデザイナー、藤本晴美氏も登壇されました。テープカットセレモニーの映像です。世界最大級の4億年前にカナダのアルバータ州で、しか取れないアンモライトをカナダから直輸入してこちらへ持ってきたものを皆さんに見てもらいたいな。なんと4億年前に取れたアンモライト、これは今この会館パビリオン、それはネイチャーバースに玄関の入ったところにこれを飾ります。モリアルミュージアムという通り、もう将来未来のですね iPS 細胞が実用化されて当たり前になっている中で、過去に2025年という過去にはこういうiPS 心臓が作られたんだなという、そして医療が始まったなということを表現しています。鉄アトムが本当に壊れて宇宙空間でさまよっている中で回収されてブラック・ジャックが手術をする。で、鉄アトムはこれは1960年代ですので、その時の夢のエネルギーはこれは原子力だったんですね。ところが今はどっちかというと原子力に対する抵抗感見直しの中で人に優しいイメージで iPS 細胞で心臓を作って鉄アトムを治した、それが、このパソナ館の大きなシンボルで、それをミュージアムとしてお見せするのがここです。これはiPS から作られた心臓と、でこっちのように宇宙で拍動してますが、こっち見ていただいた方が非常に拍動感が漂うと思います。これが実際我々が2020年から治療に使ってきた iPS 細胞シートですね。ですからもう本当に2020年25年頃のことを未来から見てこのミュージアムとして表現しているという。ですね、実際この心臓の形をして拍動させるのってものすごく難しくてですね、コラージェンという物質をこう心臓の形に型取りして、そこに心筋細胞を染み込ませて、そうするとですね、心筋細胞がそこでお互いにつながってですね、電気的に結合する。そうするとバラバラじゃなくて一緒に動き出す。これが大体分かったのが、約1年ぐらい前ですね。ですから万博で最初から目玉と言われながらですね、なかなか言うのは勝手だけどできてなかったっていうかですね、それをみんなが努力してうちのスタッフがやってくれたということなんですけど、でもこの拍動しているシートですね、これ見ていただいても非常に命を感じてもらえると思うんですが、これはもうそれこそ数年前から実現していた。小さめの方が拍動しやすいんですね。なんでかというと細胞が持つポテンシャルって決まってるじゃないですか。力がこう伸びたり縮んだり、その力がこの心臓の形したコラージェンのモジュールを動かせるということなんで、その力は細胞の収縮そのものなんですね。だから大きくなったり硬くなったらもう全然動かせないんですよ、今の技術だと。で細胞をどれだけ大量にやるべきかっていうのはまだこれからまだ進化されるので、ひょっとしたら展示中にもですね、うちのスタッフがいろいろ頑張って工夫してだんだんいいものを展示できるようになっていくのかなと思ってますけど。ここは未来の私というテーマになっています。で実はこのパビリオンのところではその再生医療から始まって今こちらが最後になると思いますけれども、こちらでは
人間のその細胞を再生するというよりも機能を再生させるということになっています。ここにありますのはその世界初の装着型サイボーグと言われるもので、これを装着すると人の脳神経系の情報を使いながらロボットが動いてくれるんですが、これを体に装着しているがために動かそうとすると体が動かされて難しい難病という難しい病気になっている人たちも含めまして神経系のつながりがこれによって強化改善されると、つまり動かそうとすると動かされて体の中の感覚神経の情報が脳に戻ることで人とロボットとの間で神経を回復させるループが動いて神経系が強化調整されるというのはこちらです。そしてこちらにございます。実はこういうものは都市タイプのものがあるんですが、こちらにあるのは今度は難しい病気の方々が例えば社会に参画したいという時にその容易に社会に入っていけない状況であったとしても遠隔で仕事ができるということ、あるいは健常者で専門家の方が遠く離れたところで何箇所も出張しながら何日もあるいは1週間2週間かけてしなければいけない仕事がですね、実はこれを何台か配置していくだけで1人の専門家がたくさんの仕事ができるということで新しい働き方にもつながるというそういう技術になっています。僕専門が生物じゃなくて物理学とコンピューターサイエンスなんでそういう観点から生命進化というものを考えるっていうのが、この作品の、ベースになっています。で、全部で11層あって、地球の、年代順にこう並んでいます。最初はなんかその生命がいない層っていうのはこの地下の人間に広がってる生命はいないんだけどもいろいろこう複雑なパターンが生まれてるっていう層があるんですね。その後でこの黒いのが最初の、動物が生まれた動物のボディプランが生まれたって言われてるカンブリアンの6億年前、5億9000年前の実はですね生命がいないところといるところっていうのはどうやってつなげたらいいかっていうのはまだ分かってないんです。で僕のやってる研究もその辺のその生命とは何かっていうことを非常にこう密接に関わっていて、そのコンピューターのモデルっていうのは3つくらい、例えばやってるやつのうち3つをこんな層に差し込んでですね、その生命がいないところといるところをどうやってつなげるかっていう、取り組みを表しています。その後にこの現れているのはアンモナイトの層でして、いろんなアンモナイトがアンモナイト3億5000万年生きてるんですけどもこう年代順に並んでいます。でこの、変なアンモナイトがここに異常巻きアンモナイトと言われているアンモナイトがいるんですが、その異常巻きアンモナイトって北海道と淡路島だけに出てきます。それでそこからそれを南部大学と話しててこれを作らせていただくきっかけになっている。なぜ淡路島と北海道に現れるのかっていうのは私もちょっとよく分かってないですが、異常巻きっていうのは最初それなんかちょっと異常なアンモナイトがたまたま見つかったんじゃないかと思ったんだけど、実はそれがちゃんとした種だっていうことが分かったっていうのは面白いところで、その後にここにあるのは、ペンフィールドの脳地図っていうもので、人間の体っていうのは全部そのいろんなセンサーが体中にありますけども、それは脳の上に二次元の形で地図を描くことができるんです。それをペンフィールドの脳地図っていうんですが、それを使って人間が現れたっていうのを表しています。ここのこの黒い糸は2063本あって、それはその人間が原水爆の実験を2063回やってるんです。でそれを表してます。その糸がここにこうつながって、なんか原爆の被害のにつながっているということだと思います。2063回の原水爆の実験ってやったのは、アインシュタインがやってイコール mc 質量っていう、質量っていうのはエネルギーに換算変わるっていうのを核分裂とか核融合で発見したところから始まるんですが、それを使った爆弾の結果ということです。その後に人間が作ったのがコンピューターとインターネットで、コンピューターとインターネットの、基盤の層があって、その後に iPhone、あれは iPhone なんですよ。iPhone を使って AI と人間の情報のネットワークというのを表している。であの中で現れているパターンというのはみんなその最近の生成的 AI に作ったものです。でその後にミツバチの層があって、ミツバチが滅びると4年後に人類が滅んじゃうって言われたりしますけども、そのミツバチの層が現れて、じゃあそこら辺でこう人類が全部滅亡する。で人類が滅亡するんですが、その後卵がこうあって、卵とか種からいろんなものが出てくる。それは人間とか生物っていうのは
滅んじゃうんだけど、なんか卵とか生えてるやつが残る。例えばオーガハスっていうのが2600年前のハスの花が咲いたりするじゃないですか。あとジャングルの全部燃えてから100年経ったらなんか生まれる植物とか動物もいるんですよ。だからそういったなんていうんですか、情報だけが残るっていうのを生命進化と捉えて、それをいろいろやってて、最後のその円のところっていうのは上田匠君っていうアーティストがこの作品すごい手伝ってくれたんですが、その彼が書いた新しい、生命とか人間の形を書いたっていうところは、最後は銀色の赤いやつになってるのは、でも結局50億年後っていうのは太陽っていうのがどんどん膨らんでいって赤色巨星っていうのがあって、で地球も滅んじゃう。つまり、頑張ったって50億年後には全部死んじゃうんです。でそうするとその下に戻ってきて、下にそれを移ってて、それを輪廻転生的に繰り返されていくっていうことで、結局その有限の世界の中にぐるぐる螺旋を描きながら動いてるっていうのが生命なんだけど、この一部分っていうのはやっぱり生命進化っていって、ある方向に向かって複雑さが増していったり、いろんなものが作られてくるっていう、そういうことを表している。だから生命の進化っていうのを考えるときには、大事なのは、生物学っていうことではなくて、やっぱりその物理学であるとか、あるいは今やってるコンピューターサイエンスとか AI っていうことが入って初めて、生命進化っていうのはどういうふうに起こってるんだっていうことの全然違う形の理解が進むだろうということで、これをやっています。サウンドプロデュースやらせていただきました作曲家の千住明でございます。音楽でいろんなこの技術のいろんなブースを結びつけたつもりであります。いろんな音楽、いろんな映像が混在していますが、元は一つにして、コンセプトを一つにして、協調同調できるその空間を作りました。周りの音も随分聞こえてきますけれども、ただこのパビリオンに入っていただいたら、何か眉の中に入ってきたような、あるいは基本的には心臓の音と呼吸の音でできています、このパビリオンは。皆さん今歩いてきていらっしゃいました、いろいろな部屋で静かに流れているアンビエントミュージックのようなものがありますが、これは呼吸3つ4つの呼吸のパターンを一つの音楽として、それぞれ違うスピーカーから違う音で流していますので、皆様が歩くこのパビリオンの中を歩いて巡回していただくだけでいろんなミックスに変わるというような部分がベーシックのBGM になっています。まず最初に特筆すべきことはですね、iPS 心臓の音、あれは心臓の動きに合わせてきっちりシンクロさせています。やっぱり万博というのはもう本当に新しい技術を見せるところ、あるいはこれからの実験をするようなところで、当たり前のものがあったら僕はいけないと思います。皆さんがびっくりするようなことは何だろうと思って考えたときに、iPS 心臓を見たときに音がしないって思ったんですね。音をさせなきゃ皆さんは多分楽しんで見ていただけないんじゃないかということで、澤先生と一緒に監修のもとに僕および僕のチームでiPS 心臓の音を作り、しかもそれをどうやってシンクロさせるか、小さな心臓がですね一生懸命動いているのをどうやって音で伝えていくか。初めは録音ということも考えたんですが、録音ではもう今までの展示会みたいになってしまうので、それでは絶対にシンクロさせる方法を見つけられるということで見つけました。ビジュアル的に動きに合わせて音をミディシングに変えて音を出しています。心臓の中心から心臓の鼓動の音がして、それから広がるレゾナンス、エコーの音が周りのその BGM、そのアンビエントミュージックの中に溶け込むようになっていますので、心臓の部屋で歩いていただいても、その心臓の中心から音が出て周りに広がっていくということを、皆さん目をつぶってあそこにいていただくとすごい面白い効果があると思いますので、もう一度行かれてみてください。それとともにですね、皆さんの心を一つにするという意味で、テーマ曲を作りました。命ありがとうというのはもうまさにこのパビリオンのメインのテーマでありますけれども、それは今まで生きてきたみんなここにね集まってきて、それで皆さんこの歌を感じていただきたいと思います。もう一曲80億の未来へという曲は、これはこれから先の未来の人たちに向かったメッセージを入れた曲です。
この2局においては、このパビリオンおよびパソナのそのグループの社員の皆様などなど、関係者の皆さんから、今回の万博に向けての言葉や作文やエッセイやいろんなものを募集しまして、膨大な量の文章の中からその共通する言葉、それをそぎ落としてもう本当に引いてこう出してきた言葉を紡いでこの詩に作り変えました。平さんの歌のみならずですね、今後合唱であるとか、あるいはそのブラスバンドであるとか、そういうアレンジもしていきたいと思っています。命が捨てられてる、何を考えてんだと思いますよね。何がリーダーだと思いますよね。リーダーって違うと思うんですよ、僕は。やっぱりみんな大切に生きていこう、生まれた命。アトムのことを知らない子供がネオアトムを見て、私は子供時代にアトムを見て、ああいうふうになればいいなと、頑張って正義の味方になればいいなというふうに思ってもらえればいいが、もちろん年齢の高い方々も、私ももう70です超えておりますけども、みんなが年齢男女問わず、老若男女みんなが勇気を持って正義を持って、仕事に、あるいは農業に、あるいはいろんな遊びというかいうものに取り組んでもらえればいいなと思ってはいます。私はもう一つこの中に、一番奥なんですけども、またメイン賞でもお見せしますけども、農業を取り上げています。私は一億総農業時代と、一億総国民がみんなが一億総国民農業をやるべき、そういう時代が来るかもしれないし、もっと真剣に食べ物によって健康な体ができるんだということをしてもらいたいという意味も含めて、農業も兼ねるスペースを取って医療と農業を取り上げています。ですが子どもたちに日々食べる食べ物をちゃんと真剣に考えなさい、お母さんも子どもの健康を考えた食べ物をもっともっと考えなさいと同時に、自分たちの食べるものを作ってもいいのではないかというふうな意味合いも含めて展示させてもらっています。このパビリオンを置いた後、 SDGs の観点から淡路島に移します。そして淡路島に行けば農業、それからウェルビーイングな、観光も含めたいろんな仕組みがありますよ。だからみんな淡路島に行って淡路島に行ってくださいと、ネオアトムがお待ちしていますと。そして淡路島には一つ凝縮された日本の縮図、そのグループをやりたい。そしてまたウェルビーイングな助け合いのありがとうと言えるような、そういう場所を作りたい。そこでみんなに来てくださいという意味でこれを掲げました。ネイチャーバースに入る条件は命の歴史を知っていること。皆様の招待状を手にしています。では皆さん、僕と一緒に未来へ向かいましょう。人類の未来と希望を乗せて建設されたスペースコロニーが AI の誤作動により太陽に向かう暴走を始めました。コロニー内にいた人間は無事に脱出をしましたが、このままコロニーが太陽に衝突すれば、爆発によって出現した巨大フレアにより地球の生命体に大きな被害を与えることが予測され、コロニーの暴走を止めるためにアトムが太陽に向かったのです。アトム博士、中からコロニーを破壊できるかもしれません。アトムは決心しました。コロニーの内部に入り、コアエネルギーを破壊することでコロニーそのものを自爆させようと考えたのです。でもそれはアトム
が歩んできた歴史、そんなこのままじゃ。そして長い年月が経ち、宇宙をさまよいアトムがたどり着いた先に待っていたのは、ここは未来の地球だよ。そして私も気づけばこの未来世界に生きている。私はここで iPS 細胞の実用化を知ってその研究に没頭した。そして君が運ばれてきた時、ようやく私がここに来た理由が分かったんだ。君を助けるためだったと。地球を救うためボロボロになった体に iPS 心臓を移植して君をよみがえらせた。ここに iPS 心臓が。地球は、今の地球はどうなっているんですか？地球はみんなの力で生まれ変わった。君の勇気がみんなを動かしたんだ、アトム。ようこそ未来の地球、ネイチャーバースへ。今日はネイチャーバースが過去からの訪問者たちで賑わっているわ。ネイチャーバースと iPS 細胞によるこの豊かな未来は、ここにいるみんなの小さな行動の変化から始まったのだ。ネオトム、ネイチャーバース誕生の物語をみんなに聞かせてくれないか。微生物、それは美しい地球を作り上げた小さな生命体。生命の歴史はここから始まったんだ。美しい地球に人間が現れたのは、地球の歴史を24時間に例えると23時59分58秒。そしてこの後全てが崩れ始めてしまった。自覚しなければいけない。人間は世界を変える存在であることを。ほら、みんなの声が聞こえるよ。耳を傾けて。まだ間に合うよ。私たちはただ今が始まりだ。It's not too late. You can change. 未来は我が作るんだ。
ち明かすに一番大事なのは私たちの心であること。